どうもこんにちは、徳井です。今回はですね、このアメリカンバイクインディアンに乗ってですね、秩父の方へ行ってキャンプして、そしてくるみそば、生のくるみを使った、生じゃない焼いたっていうか乾いたっていうか、とりあえずくるみを砕いてくるみそばを作って食べるというやつです。結構途中地味な感じの映像続きますが、ちょっと我慢しながら見てください。あと最後ちょっと今日は何を今日はですね、くるみそばを作っていただきたい。くるみそば、はい。おそば、なんかやっぱ秩父はおそばがそうですね、産地らしいので、はい、くるみそばってくるみだれのってことですか？あ、そうです。要はタレは買うんですよね。いや、一応、はい、ここにくるみを売ってれば、ここでくるみを買って、くるみ買ってどうするんですか？いや、コーヒーミルにくるみを入れたら、ほう、砕くんじゃないかと、ちょっとコーヒーミルを持ってきました今回。コーヒーミルにくるみ入れて、で、大丈夫かな？くるみ結構で一応できるって感じはあるんですか？焼いたくるみも買ってきてはあるんですよ。ほなカリカリってなってるのを、はい。でおそばのおつゆに、はい。くるみを入れて、砕いたくるみを入れて食べるってことですか？はい。なんか一応そのなんか作り方のあれは探してきたんで、変わったことを言い出しましたね。ほな要はこう湯がいて、はい、おそば湯がくのと、はい、くるみ潰してめんつゆにつけてっていうことですよね。はい。で本当はなんかナッパ系の地元のナッパみたいな、みたいなので漬物があるみたいなんで、おそばに付け合わせというかにしたらいいんじゃないですか？トッピングに。それがいいかもしれないですね。当初おにぎりを作ってもらったところですおにぎりはちょっとあれですそうやったらおそばを合成にした方がいいんじゃないですか？そうですね。なんか渋い食堂あるな。秩父食堂、渋い食堂ですよね。秩父食堂、人気ナンバーワンがわらじカツ丼ざるそばセット。これね、この辺り秩父わらじカツ丼もちょっと推してるということなんですけども、とりあえずそばの買い物します。入りくるみって売ってんねや。何これ？それこれなんなんやろ？でも爪楊枝ついてるから中をほじくって。買ってきたくるみって、秩父産じゃないですよね、多分ね。違います。そうやったらこれカリフォルニア産はなんか雰囲気出へんから、これもしコーヒーミルで弾けるんやったらこれでいきたいですよね。そうです。できれば。そうです。入りくるみちょっと買ってみましょうよ。せっかくやし。そうですね。400円。そば。これです。1個がそのしゃくしな。漬け。しゃくしな漬けおそばに合いそうですね。そうですね。しゃくしなっていうのがこの辺の地元伝統の漬物技法ですって。これいきましょう。あとはそば。おそば。じゃあ痛い。本当だ。これいいじゃないですか。これで。これ良さげです。おそばを湯がく大きめの鍋ってあります？この間の大きい方。いけそう。豚汁作ったやつ。そうです。一番大きいのがいけるか。これは締めなあかんねや。冷水で。水はあるか。水ね、なんかここに有名な水汲むとこがあるんですよ。それ汲んでいくんですか？はい。じゃあこれいきましょう。はい。めんつゆはもうくるみだれあるけど。ダメ。もうくるみだれこれ買ったらいいんじゃないですか？じゃあこの秩父関田の極上匠つゆにしましょうよ。そうしましょう。はい。これをいきたい。わらじカツや。うまそう。これ食いたい。わらじカツ、実はキャンプ場に併設されている施設で食べて買えるんで、そちらもご期待ください。これ足りるかな？足りないかな？いや、それこれじゃ足りないですよ。そうです。これじゃ足りない。そんだけ何にそば湯がく用の水ですか？そば湯がく用といや絶対足りないですよこれ。絶対ね。とりあえず一回ブレンドしますか？じゃあ蛇口付き。こ
これでレバーを回すと水が出ます。これを回してこっから出てくるのかってこと？あ、そういうことか。おお、すごいすごい。来ました武甲温泉。ここの中には武甲キャンプ場。そうなんです。これ武甲温泉の横に併設されてる武甲キャンプ場なんですよ。これの温泉のどこにキャンプ場があるんですかね。あ、向こうめっちゃいいですね。でもキャンプ来て温泉入れるってことですよね。700円。めっちゃいいな。安いです。なんかパンフレット見たら結構良さげですね。へえ、ちゃんとした温泉ですもんね。夜温泉入りに来れるってことですもんね。そうです。さあこの温泉施設の横にあるキャンプ場のエリアにこのインディアンバイクで入っていきますけれども、まあ気づいてると思うんですけども、この日雨でねちょっと下もぬかるんでたりとかしてちょっと残念だったんですけれども、もうしょうがないです。もう来てますんでやりますよ。キャンプの方はタープ張ってね、雨を避けながらそば作っていきましょう。雨でもキャンプは楽しい。やりましょう。はい、これバイクを止めました。これ川沿いのサイトですね。これ晴れてればねすごく気持ちいいと思うんですけども、もうこれはしょうがないですからやりましょう。やっぱ雨やからちょっと川の量水多いですね。増水してるって言ってました。増水しちゃってる。あ、そうですよね。はい。なんか結構ワイルドな感じですね。はい。ちょっと。でもいい感じやな。さあタープ立てていきましょう。みんなね雨がっぱというか雨を通さないやつを着てやって、僕のちなみに僕の黄色いやつはですね、お気に入りのモンベルのなんかやつですね。こちらが本日の食材、さっき買ったやつですね。この秩父日本そばっていうの、これ結構ね割とちゃんとしたおそばでかなり美味しそうですね。そしてしゃくしな漬け、くるみ、入りくるみですね。で一応ごま用意してますけども使わないです。硬いんですか？硬っ。割とこれをザクッと刺すんかな。なんかめっちゃ綺麗に取れるのかと思ったらそうでもない。全然うまく取れへん。なんか方法があるのかな。でもうまい、くるみは。いや、くるみうまいなこれ。あ、奥まで刺すんや。やっぱバラバラになる。むずい。これ美味しいですよね、くるみ。くるみ美味しい、めちゃくちゃ。食べてるだけじゃないですか。秩父さんちょっと秩父さんやからかな。意外と入ってないですね。意外と入ってない。くるみってそんな周りがでかいんですか？周りでかいってことですよね。だから僕らが食べてるくるみは丸々1個分きれいに取れてるってことなのかな。ああ、半分にしないで。ちょっとさっきから食べてるだけじゃないですか。ちょっといやでもね、ボロボロこれ下手したらカリフォルニア産の登場かもしれない。あ、マジですか？いつかの落花生かなんか剥いてる時みたいなぐらい地味ですね。一部すげえうまかったから。それはないと。くるみ取りにしたの。それで生きてる。そんな職業あるんですか？あら。くるみ割り人間で。めちゃくちゃ早かったら食っていけるんじゃないですか。だってこれ機械でとどんな無理っぽくないですかこれ。そういうこと、この作業。ガンプラロボット化が進んでもこれだけは無理やっつって。くるみのくるみ職人。くるみ割りおじさんとして。それでもなんか年取ってもできそうですよね。まあね。いや、容量を得てきたと思ったら得てないんですよこれ。これくるみ一個一個違うから結局。そうか、だから機械が厳しいわけです。いやこれ結局カニ食べてる時人が丸って言うじゃないですか。あれカニが美味しいからとかっていうか、ほじくる作業をしてると人は黙るんじゃないですかこれって。これミルお届けしましょうか。お願いします。でかそうなの入れて。っていうか形があれやから下に落ちてかへんかも。あ、そういうこと？全然ダメです。全然ダメです。あら。
何にもならんこれは何にもならんあ、じゃあ手で潰すしかないってことですか。もうスプーン的なんでそうしたらもう全然潰れますよ簡単に。結構柔らかかったんだ。結構すぐ粉状になる。なんかスプーンあったらでもこのぐらい粗い方がなんかくるみの食感とかあっていいかもわかんないですよ。くるみでも俺食べたことないです。あ、マジですか、結構甘ったるいっちゃ甘ったるい。味噌入れつってたってこれ溶けへんけどな。一回熱かけないとダメですか。ねくるみそばってもっとドロドロした感じになってますけど、そうですくるみをもっとペースト状にまでいったらそうなると思うんですけど、はい。今回はもうこれでいきましょう。はい。そんなあるんですか。沸いたらもうお湯を捨ててそこに新しい水入れて締めるしかないですから、あんまりいっぱい入れると多分そばがひっついちゃうから。スタート。岩崎さん、今水首いっちゃう。あ、水見たか。お箸がいるな。来た。来ました。これで水で締める。あ、それ漬物や。ちょっとじゃあもう漬物としてください。そばがダメになっちゃうんで。これで締めて。すごい、こんな色なんや。なんか野沢菜とかとまた違いますね。そうですね。あ、うまそう。いや絶対このそば美味しいですよ。マジですか。なんか余計なもの一切使ってないって書いてあったし。なんかいいっすね。なんかいいっすね。器にこういう器もなんか合ってる気がすキャンプでそばいいっすね。る。はい。夏に向けてちょっと早いですけど。はい。お、いいじゃないですか。なんかこれでもこれになんか日本酒あったら。うん。なんかおつなキャンプですね。そう意外にすごいおつ。砂糖と味噌が若干効いてて、あ、くるみがうまい。あ、でも美味しいこれ。これ美味しいわ。うん、うまい。うん。あ、うまい。お何がくるみの味が結構。そばの風味とはいくるみの風味とはい。合わさってなんかほんまになんか山の幸をいただいてるなっていう。うん。
くるみの甘みもあるし、あ、出てるんですね。めちゃくちゃうまいこれ。素朴、本当に日本の味って感じ。ちょっとこのなんていうっけ、しゃくしなそんなような名前でした。美味しい。野沢みたいな。野沢菜に似てるけど、はい、野沢菜をはい、もうちょいと白菜っぽくした感じ。あ、じゃあ甘みが強いんですかね。甘みというか、このやっぱりシャクシャクしてる野沢菜より。ああ、シャクシャク。うん。なんてこれがうまいわ。今年の夏のキャンプで流行るかもしれない。いただきます。いただきますよ。これもう口から。あ、このそばうまい。秩父そば。美味しい。美味しいですよね。この甘さとくるみの食感がこうコクがあって、うわ出ちゃった。なんか素朴な本当に。うわ、ちょっと違う。ビヨーンではしっかりタグつけて。美味しくない？あ、そばもちょっと甘みがあるんですかね。あるある。それとくるみのなんか風味が。そば粉の甘みとくるみの甘みと。もうシャクシャクが気になって仕方ない。わ、確かにシャクシャク。シャクシャクしてるでしょ。うまいっすよね。うまい。晩酌冷やとあったら、泊まりだったら最高のね。これでそうっすよね。くるみそば食って冷やの日本酒行って、おつやな。これ夏キャンプこれやな。でもお店で食べるともっと甘いです。もっと甘いし、もっとちょっとドロッとしてるというか。味噌、甘味噌。ああ、はいはい。味噌と甘さとみたいな。これぐらいの方が逆に。僕このぐらいの方が好きですね。割とお店のやつね、甘ったるすぎるんですよね。このぐらいの方がくるみのなんか良さも出ますよね。出てる気します。上手に取れます。あれ取れない。さて帰りにですね、先ほどのこの武甲温泉横にあるこの施設ですね、ここでわらじカツが売ってたんですよ。わらじカツ丼が。ちょっとそれを食べて帰ろうということで、これね、僕わらじカツ丼好きで、甘辛いタレがかかってるソースカツ丼の一種ですよね。あれ好きなんですよ。だからちょっと食べて帰ります。はい、いいですよね、この武甲温泉のこの施設。なんかこう昔ながらの温泉施設っていう感じがして、とても居心地がいいです、ここは。はい、靴を脱ぎましてね、ハンターの靴。さあこの感じみんな好きでしょ。好きでしょ。でそのわらじカツ丼880円、安いよね。漬物と味噌汁、今時高いですよ。何でもかんでも高いですけども、これは880円で食べられると。でカツもでかいのが2枚乗ってますんで、これは楽しみです。ありがとうございます。でも秩父御前とかもうまそうやけどね、ここはわらじカツ丼でいきましょう。安いの。味噌汁ついて880円、安い。お漬物もついて、漫画山ほどある。これもずっと入れるやつやん。何の漫画あんやろ。エヴァンゲリオン、薬屋の独り言、イニシャル D、 宇宙兄弟、東京グール、箱詰め、
ザ・ファブル。うわー、キングダムが全巻揃っています。うわー、すごい。ありがとうございます。すみません。でかっ。でかいっすね。同じだ。これででも880円安い。甘ソースがかかってます。甘ソース。あ、うまい。ソースがうまい。甘くて。ちゃんと揚げたて。しかもボトルキープやってますからね。で、お風呂入って夜みんなでこれ飲んでみたいな。1周年。わらじカツ丼を食べながらですね、話題はカメラマンの増井さんがですね、ウェブで連載しているアジフライの企画の話になります。続けてるんですか、アジフライ企画。やめさせてくれないんですか。評判がいいですね。10万ビューぐらい普通にいってるみたい。すごいですね。10万ビューってすごないですか、すごいですね。結構。はい。ちょっとアジフライファンですか。何なんですかね。はい。全然わかんない。どこのアジフライが一番美味しいんですか。今までですか。うん。どこだろうな。新兵衛、長井の漁港の近くと長い。横須賀の、相模湾側と、あとやっぱり千葉、あそこ、家内、あの辺の店は大体どこ入ってました。値段って大体同じようなもんなんですか。家内だったら大体同じぐらい。土地による。黄金味っていうとこがやっぱ高い。黄金味ってどこで取れる味でしたっけ。東京湾の神奈川の千葉あ、あの辺そうなんです取れるんですよ。家内の周りとか横須賀とか。黄金味って何をもってして黄金味。種類。味なんですけど、決定番号3837ちょい読みセット枝豆冷ややっこでお待ちのお客様、お待たせいたしました。同じ種類の味ってわけでもない、その同じ回遊しない味っていうのしないマージのことを黄金味っていう。そうです。その場所だったら回遊しないことでなんか味が良くなるってことなんですか。あるんですかね。餌がいいとかあるんですか。そこがいい餌場やからずっとそこにおってみたいなことですね。じゃあ増井さんは今のアジフライ定食の相場がもう分かってるんですね。大体もうこれやったら高いなとか安いなとかもう全部分からない。まあそうですね。普通の食堂だと1000円しないじゃないですか。高いところは2000円なんだけどな。今までの最高がこの前の2400円。福井じゃん。福井でレアアジフライ出すとこがあって、レアって中が生の刺身みたいな、外はちゃんと書いてあるんで、そこも2800円ぐらいしたけど、要はより観光地になってるかどうかって感じなんですかね。もあるし、あと例えばアジフライだけじゃなくて刺身がついたりとか、そういうのもあるんで。